こんにちは、月島です。今回は動画や写真撮影に使えるコンパクトな RGB 撮影用 LED ライトをヤオーライト社より提供していただきましたので、使い方や様々な機能をレビューしていきたいと思います。目次です。開封と内容物の確認、本体各部の確認と主な仕様、ライトを点灯させて操作してみる、最後にまとめです。RGB 撮影用ライト本体、USB ケーブル、コールドシュー、ストラップ、取扱説明書、収納ケースです。この RGB ライトは 10W の出力があります。2500ケルビンから9900ケルビンまでの範囲で光を調節できます。そして360度フルカラー RGB 機能を搭載していますので、多くのカラーバリエーションを作り出して点灯させることが可能です。また21種類の光効果シーンを搭載しています。ライト本体はとてもコンパクトです。手に持ってみるとスマホを持っているような感覚になります。サイズは縦約8センチ、横約15センチ、厚さ約1センチで重さは 225g です。このサイズ感からするとずっしりと重たく感じます。そしてライト部分は中の LED がうっすらと見えます。本体背面右上に液晶ディスプレイがあります。電源を入れるとステータスが表示されます。小さいサイズのディスプレイですが、文字ははっきりとしていてとても見やすいと私は感じました。またディスプレイにはバッテリーの残り時間が具体的に表示されています。これは良い機能だと思います。明るさを変えるとこの時間も変化します。明るさを 1% にすると残り時間は 9.3 時間になりました。100% にすると残りは 1.1 時間になります。これは目安としてとてもわかりやすいと思います。背面右側のボタン類を見ていきます。電源モード切り替えボタン、選択調整ボタン、明るさ調整ダイヤルです。背面左側には三脚用ネジ穴とストラップホールがあります。底面部分には右から USB Type-C 充電ポート、USB 給電ポート、三脚用ネジ穴があります。また本体のサイド部分と背面部分はおそらく金属製だと思います。質感はとても高く、安っぽい雰囲気は全くありません。この RGB ライトは 4000mAh のバッテリーを内蔵しています。約 2.5 時間で充電が完了し、最大出力で 1.5 時間使用することができます。また USB 給電の出力にも対応しています。例えばスマホを充電することも可能です。コールドシューが付属します。コールドシューを使用するとカメラにこの RGB ライトを取り付けることができます。専用ケースが付属しています。しっかりとした厚みがあり、当然サイズもぴったりです。また本体以外のコールドシューや USB ケーブル、ストラップや取扱説明書など付属品もすべて収納することが可能です。これは保管時にとても助かります。側面の上部にある電源ボタンを長押しすると LED ライトが点灯します。電源が入るとライト背面のディスプレイも点灯して現在のモード、色、明るさ、そしてバッテリーの残量と使用可能時間が表示されます。
そして電源が入った状態で電源ボタンを押すとモードが順番に切り替わります。モードは CCT、HSI、エフェクトの3種類があります。CCT モードは色温度を変えて点灯させるモードです。2500ケルビンから9900ケルビンまで変化させられます。操作方法は FN と書いてあるボタンを上下させると色温度を変えられます。そして DIM と書いてあるダイヤルを回すと光量を変更することができます。HSI モードは360度 RGB モードのことです。カーソルが H のところにある状態で FN ボタンを上下すると色を変えることができます。色は本体背面にあるチャートを目安にすると良いと思います。そして FN ボタンを押し込むと S にカーソルが移動します。S にカーソルが移動した後に FN ボタンを上下するとサイドを変更することができます。また DIM の調整ダイヤルで光量を操作することができます。エフェクトモードはプリセットされている21種類の光り方を選択することができます。FN ボタンを押し込んだり上下することでプリセットを変えられます。ディスプレイには選択されているプリセットの名前も表示されます。本体のボタンを使用すると以上のような感じの操作方法になります。まとめとしてこの RGB ライトで私が良いと思う点と気になる点を挙げてみました。一つ目の良い点は本体が軽くてコンパクトなことです。本体はスマホなどとほとんど同じようなサイズです。取り回しはとても楽です。ミニ三脚を取り付けたり、コールドシューを使用してカメラの上部にセットしたり、様々な使い方ができます。また、背面が金属製のため質感も高く良いアイテムだと思います。2つ目の良い点はコンパクトなサイズなのに光量がしっかりとあることです。色もはっきりと変わりますし、一点を照らす分には十分に明るいと思います。3つ目の良い点はバッテリータイプなことです。充電しておけばアダプターも必要ありませんし、撮影中にケーブルが邪魔になることもありません。4つ目の良い点は出力ポートがあることです。この出力ポートを使用すればスマホなどを充電することができます。以上の4つが現時点で私が良いと思う点です。次は気になる点を挙げてみました。1つ目の気になる点は三脚を別途用意しなければならないことです。机の上などでこのライトを使用する場合は三脚が必要になります。簡易的なものでもいいので三脚が付属してくれるとありがたいと思いました。2つ目の気になる点は HSI モードの360度カラーの設定が少し難しいことです。カラーは本体背面にあるチャートを参考にしてダイヤル操作で設定します。ダイヤル操作のみで1から360まであるカラーを選んで合わせるのは少し難しいと感じました。前回レビューしたスティックライトのようにアプリと接続できる機能があるとより使いやすくなると思いました。以上の2つが現時点で私が感じている気になる点です。この RGB ライトはカメラの上部に設置したり、ビデオ撮影の際に他の照明と組み合わせてみたりするなど幅広く使用することができる RGB ライトだと思います。私は動画撮影やアイテムの物撮りなどに照明の補助役としてこの RGB ライトを活用していきたいと考えています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。